もし2025年に株価が 30% 下落したら、あなたの資産はどうなるでしょうか？そんな極端なこと起こるわけないと思った人もいるかもしれません。しかし過去を振り返ると、そうした大暴落は何度も現実に起きています。例えば2008年のリーマンショック。米国 S&P500 指数はわずか1年で約 50% も下落しました。1000万円を投資していた人は半年後に残高が500万円になった計算です。さらに2020年のコロナショック。パンデミックによる混乱で世界の株式市場は1ヶ月で 35% も下落しました。一気に暴落した後、今度は急激に回復。売った人は後悔し、買い続けた人は大きな利益を得た典型的な事例でした。では、これから迎える2025年、世界経済を取り巻くリスクは山積みです。アメリカの利上げと高金利政策の長期化、世界的なインフレ、そしてウクライナや中東の地政学リスク。これらが重なれば、再び暴落シナリオが訪れる可能性は十分にあります。あなたは、その時冷静に資産を守る準備ができていますか？それとも、不安になってとりあえず売ろうと考えてしまうでしょうか？この動画では、リーマンショックやコロナショックなど、過去の歴史から暴落の本質を学び、そしてもし2025年に再び暴落が来たらどう備えるべきかを具体的に解説していきます。投資を始めたばかりの人にとって、最も大きな壁は暴落が怖いという感情です。せっかく積立 NISA を始めたのに、株価が半分になったらどうしよう。老後資金を準備しているのに、暴落で溶けてしまったら意味がない。こうした不安を抱えている人は少なくありません。実際に多くの投資初心者は暴落が来る前に売り抜けたいと考えます。ですが、ここに大きな落とし穴があります。過去のデータを見ると、暴落を避けるのはほぼ不可能だったからです。例えば2020年のコロナショック。世界が混乱する中、株価は1ヶ月で 35% も急落しました。しかしその後はわずか数ヶ月で急回復し、2021年には主要株価指数が史上最高値を更新しました。この時、暴落が怖いからと途中で売却してしまった人は、その後の大きな上昇を取り逃がしてしまったのです。一方で、暴落時に積み立てを継続した人はどうだったでしょうか？むしろ安値で多くの口数を変えたことで、回復後に大きな利益を得ています。これはインデックス投資や長期投資の強さを示す典型例です。つまり、問題は暴落そのものではありません。本当の問題は、暴落を恐れて冷静さを失い、間違った行動をとってしまうことなのです。ここで質問です。あなたは次の暴落を避けたいと考えますか？それとも利用して資産を増やすチャンスと考えますか？この選択が長期的な資産形成の結果を大きく左右します。では、ここからは実際に歴史に学んでみましょう。株式市場の暴落と聞くと、多くの人が真っ先に思い浮かべるのが、リーマンショック2008年です。サブプライムローン問題をきっかけに世界の金融機関が連鎖的に崩壊し、S&P500 はピークからおよそ 50% も下落しました。日本株も例外ではなく、日経平均は2007年の高値から2009年にかけて 60% 以上の下落を経験しました。次に記憶に新しいコロナショック2020年。パンデミックによる経済活動の停止で S&P500 はわずか1ヶ月で 35% 下落。歴史的にも異例のスピードで株価が落ち込みました。しかし驚くべきはその後です。各国の金融緩和と財政出動で市場は急激に回復し、半年も経たないうちに株価は元の水準を取り戻しました。さらに忘れてはならないのが日本のバブル崩壊1990年代。日経平均は1989年末に史上最高値 38,957 円をつけた後、10年以上にわたり下落を続け、最終的には 80% 以上の下落となりました。この例は回復に数十年単位が必要となることを示す典型です。ここでクイズです。リーマンショック、コロナショック、バブル崩壊、この3つの中で最も早く株価が回復したのはどれだと思いますか？ヒントは暴落幅の大きさと政策対応のスピードです。正解はコロナショックです。史上最速クラスで暴落し、同時に史上最速クラスで回復しました。わずか半年で株価は元の水準を超え、その後はさらに最高値を更新しています。ここから学べることは明白です。暴落はいつ起こるかを予測するのは不可能。しかしどれくらいのスピードで回復するかには違いがあるということです。つまり、長期投資においては暴落を避けるのではなく、暴落の後に回復する力を信じて投資を継続できるかが最大のポイントになるのです。
歴史から見えてくるのは、暴落そのものよりも、暴落時に投資家が取った行動の差が資産形成を大きく左右するという事実です。まずは、失敗例から、リーマンショックの時、多くの投資家は恐怖に耐えられず株を売却しました。まだ下がるかもしれないという不安に駆られて現金化した結果、その後の回復相場を全く享受できませんでした。もし1000万円分の株を底値付近で手放していたら、回復後には1500万2000万円に増えていたかもしれない利益を逃した計算になります。コロナショックでも同じことが起こりました。2020年3月に株価が急落した際、すべて売って様子を見ようと判断した人は、その後の急回復に乗れず高値で買い直す羽目になりました。つまり、恐怖心からの行動が安値売り高値買いという最悪の結果を招いたのです。一方、成功例もあります。コロナショックの暴落時に、積立 NISA をやめずに継続した投資家は、安値で多くの口数を購入でき、その後の株価上昇で大きな含み益を得ました。さらに、暴落時に配当株を追加購入した人は、株価が戻った後も高い配当利回りを維持できるというメリットを手にしました。ここで重要なのは真偽ではなく仕組みです。積立 NISA や自動積立の仕組みを使っていた人は、感情に左右されず機械的に投資を継続できました。一方、感情に頼って判断した人は失敗しやすい。つまり、成功するためには感情を排除する仕組み化が鍵になるのです。ここで皆さんに質問です。もし次の暴落が来たら、あなたはどう動きますか？ 1. すぐに売って現金化する。2. 安値の今こそ買います。3. 積立 NISA をそのまま継続する。ぜひコメント欄で教えてください。ここまでで、暴落時の失敗例と成功例の違いを整理しました。では実際にどう備えればいいのかという具体策を見ていきましょう。まず基本となるのは、現金比率の確保です。すべてを株式に突っ込んでしまうと、暴落時に心理的ストレスが大きくなり、冷静な判断が難しくなります。一般的には資産の20から 30% を現金としてキープしておくと、暴落時に買い増しの余力と生活費の安心感の両方を確保できます。次に有効なのが、債券 ETF やゴールド ETF での分散投資です。株式が大きく下落するとき、米国債や金は安全資産として買われやすく、ポートフォリオ全体の下落幅を和らげてくれます。例えば株 70% 債券 20% 金 10% という組み合わせは、過去の暴落局面でもリスクを軽減する効果が確認されています。さらに注目すべきは、高配当 ETF の活用です。VYM、HDV、SPYD といった米国公は伊藤 ETF は株価が下がっても配当を継続して支払う銘柄が多く含まれています。暴落局面でも配当金が入ってくることで精神的に安心でき、売らずに持ち続けられる要因になります。また、投資初心者に最も実践しやすいのは、やはり、積立 NISA でのドルコスト平均法です。毎月一定額を全世界株インデックスや S&P500 に投資し続ければ、安値で多くを買い、高値では少なく買うという仕組みが自動で働きます。長期で見れば、この戦略が最もシンプルで再現性が高いのです。一方で中級者にとっては、資産の一部を債券 ETF-AGG などやゴールド ETF-GLD などに振り分けることで、より安定感のあるポートフォリオを作ることができます。また、現金余力を残して暴落時に配当株を買い増す戦略も有効です。ここで質問です。あなたなら次の暴落に備えてどのタイプを選びますか？ 1. 現金を厚めにキープ。2. 債券や金で分散。3. 高配当株 ETF で安定収入。4. 積立 NISA を継続して放置。ぜひコメントで教えてください。ここまでの内容を整理しましょう。まず大前提として、暴落は必ず起きるということ。歴史を振り返れば、リーマンショック、コロナショック、日本のバブル崩壊。どれも事前に完璧に予測できた人はいませんでした。しかし、暴落を恐れる必要はありません。大切なのは避けることではなく、仕組みで備えることです。実際に成功した投資家たちは、暴落の中でも積み立てを続け、あるいは安値で買い増しを行い、回復局面で大きなリターンを得ました。一方で失敗した人は、恐怖に負けて狼狽売りをしてしまい、回復の恩恵を逃してしまいました。学びをまとめると、暴落は前提。だから来るものとして備える。成功例は積み立て継続、安値拾い、分散投資に集約される。暴落を敵と見るのではなく、味方につける発想が必要。長期投資やインデックス投資の本当の強みは、
時間と分散が暴落を吸収してくれる点にあります。次に暴落が来た時、あなたは不安に押しつぶされるのではなく、これは資産形成のチャンスだと思えるかどうか。この視点を持つだけで、投資の世界での成果は大きく変わります。ここまでご覧いただきありがとうございました。最後に、皆さんに質問です。もし次の暴落が来たら、あなたはどう行動しますか？選択肢はこちらです。1、一度売却して様子を見る。2、買い増しチャンスと捉える。3、積立 NISA を継続して放置する。4、その他自由にコメント。ぜひコメント欄であなたの考えを教えてください。他の人の意見を見ることで新しい気づきも得られるはずです。あなたの一言がこれからの投資仲間へのヒントになります。ぜひ気軽に参加してみてくださいね。